Apple Watch シリーズ10購入いたしました。皆さんこんにちは、伊藤です。本日の動画はですね、こちら Apple Watch をですね、初めて買った方や、持ってるけどうまく使いこなせていないという方に向けた、初心者の方向けの Apple Watch の初期設定の動画となっております。いろんな機能入ってるんですけど、ほぼ時計としか使っていない方、たくさんいらっしゃるかなと思います。購入した時に、まず最初にやっておきたい設定であったりとか、少し自分に向けてカスタマイズしていく方法なんかをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。では、設定をですね、していく前に、まず各部位の呼び名をおさらいしておきましょう。まずこのサイドにあるくるくる回るとこですね。これがデジタルクラウンと言います。そして、このデジタルクラウンは押すことによって、初期の画面に戻ることができます。いわゆるホームボタンになってます。押せば、一番最初のですね、この時計の画面に戻ることができます。そしてその下にあるボタン、ここですね。これがサイドボタンと言います。ここを押すと、こんな感じの設定が出てくるんですが、一番最初にしておきたいのが、ここですね。消音モードのオンオフです。おそらく購入したら最初はオフになってるかなと思います。で、このままだと、仕事中とか授業中、静かなところでも Apple Watch の音が鳴ってしまいます。ですので、まずこちらの音を消しておきましょう。はい、次にですね、アプリの自動インストールをオフにする方法です。初期設定ではオンになっているので、iPhone に入ったアプリで Apple Watch に対応しているものは自動的に Apple Watch の方にも入ってしまいます。これを解除する方法は、一般からですね、こちら、アプリの自動インストール、こちらをオフにしてください。これがオンになっていると、自動的にアプリがどんどん追加されてしまいます。もちろんですね、Apple Watch から必要なものだけをダウンロードすることできますので、そのやり方の方が使い勝手いいかなと思います。はい、次にですね、Siri の応答設定についてです。Apple Watch をつけてると、結構会話中にね、Siri が勝手に反応してしまうことってめちゃめちゃ起きるんですよね。で、仕事中に Siri がよくわかりませんって言ってね、ちょっと恥ずかしい思いをすることってね、絶対あると思うので、この Siri の設定はしておいた方がいいかなと思います。こちら、設定画面に入っていただいて、少し下に入っていただくと、ここに Siriというのがありますね。ここ入っていただいて、僕は今もうオフに2つしてるんですけど、この Hey Siri って言った時に聞き取るかどうか。あと、手首を上げて離す。自分の口元に持っていった時に、反応するかどうかですね。で、僕はこの2つを解除しておいて、このデジタルクラウンを押すというもので反応するようにしています。これはどういうものかというと、ここのですね、デジタルクラウンをちょっと長押しすると、Hey Siri。こんな感じでですね、設定をしております。こうすることによってね、誤作動を防ぐことができるので、僕はこの、デジタルクラウン長押しだけでいいかなと思います。これはね、好みで、いろいろ設定してほしいかなと思うんですけど、一番上の聞き取り、これを入れてしまうと結構誤作動起きやすいんで注意してください。はい、次はですね、バッテリーを長持ちさせる方法をご紹介します。Apple Watch って1日ぐらいだったら充電持つんですけど、できる限り減らずに使った方がいいかなと思っております。で、ここはもう人によって使う機能は変わってくるので、今回は僕がやっている方法をご紹介しますが、必要なものは、オフにせずにそのまま使っていただければいいかなと思います。まずですね、手首を上げてスリープ解除というものを、オフにしましょう。こちら、画面表示と明るさですね、ここに入っていただいて少し下に行くと、こんな感じでスリープ解除の方法があります。で、僕はこの一番上の手首を上げてスリープ解除っていうのはオフにしております。実際Apple Watchを使おうとしなくても、ちょっと腕を動かした時にスリープが解除されてしまうっていうことを防ぐことができて、少しバッテリーの減りを抑えることができます。はい、次はですね、トランシーバー機能をオフにしたいなと思います。この機能は Apple Watch 同士で音声通話ができるっていう機能なんですけど、使う機会がない方は、オンにしておく必要はないので、これを切りたいなと思います。サイドボタンを押していただいて、そのまま少し下に行くと、このマークですね、トランシーバーの絵がある。これが今入ってますね。これを解除します。次にですね、通知のオンオフの設定についてです。不要なアプリの通知っていうのは、オフにしておきましょう。これは、スマホアプリ使った方が便利なので、ここから入ります。
通知っていうところに入っていただいて、少し下に下がると、このように今 Apple Watch に入っているアプリがずらーって並んでますので、これで例えば先ほどのトランシーバーですね、これを通知オフにしておいたりとか、ヒント。これもいらないなと思ったら通知をオフにしておいてください。このようにご自身で通知が必要ないものをどんどんオフにしていってください。そうすることでバッテリーの消費を抑えることが可能となります。はい、次はですね、この文字盤の変更をしていきたいなと思います。初期設定でおそらくこのデザインになってるのかなと思うんですけど、この画面で長押しをしてあげると、このような編集画面に行きます。そして、こうやってスライドしていくと、今も実際僕が使ってるんで、いくつかデザイン入ってるんですが、一番右に行くと新規というものがあるので、こちらを押してください。そうすると、このようないくつか選べる画面が出てくるんですが、おそらくこの作業は Apple Watch でやるよりも、iPhone でやった方がデザインが一気に見れるので使いやすいかなと思うんですが、今回は Apple Watch を使って設定していきたいと思います。ここで、気に入ったデザインがあれば、例えばこの GMT というものをあれば追加をしてください。次に、カラーリングですね。ここでカラーを変えていきます。今回例えばホワイト、ウォームグレー、これを選んでみましょう。そして、コンプリケーション。ここ結構大事なんですが、この四隅にですね、アプリのショートカットを入れることができます。例えば最初は、これ天気が入ってるんですが、ここに、例えばバッテリーが常に見たいなっていう方は、バッテリーに変更してください。例えばカレンダー。スケジュールが常に分かる方がいいなっていうからスケジュール入れます。そして左下。PayPay を使いたい人は、この PayPay を設定しておくと、ここを押すだけで PayPay が使えるようになります。はい、お次はですね、スマートスタックの編集についてです。クラウンをですね、回していくと、このように自分が追加しておいたアプリを表示さすことができます。もし追加したい場合は、長押しをするとこのような画面が出てくるので、プラスを押して好みのものを選んでください。例えばこれタイマー入れたかったら、このタイマーを押していただくと、新しくここに追加することができます。はい、お次はですね、ダブルタップについてです。ダブルタップというのは、この指を2回くっつける。この動きのことを言います。どうやって使うかというと、例えば先ほどのスマートスタックをですね、表示させているときに、こうやると、わかりますかね？次のアプリに動いていっています。はい。で、元に戻りましたね。こんな感じでですね、今設定では進むという設定しているので、ダブルタップをするごとに、このような感じで動いていきます。このダブルタップのですね、動作を変更することも可能です。その場合は、まず、設定画面に入っていただいて、少し下に動かすと、ジェスチャーという項目があります。ここに入っていただいて、まずダブルタップ、ここを必ずまずオンにしてください。これオフの場合は使うことできません。緑色になってたらオンですね。オンにします。そしてこの下ですね。まず再生という項目。ここは音楽を再生または一時停止する場合は上側を選んでください。そして次の曲に行きたいなっていう時はこのスキップですね。このどちらかを選ぶことができます。次に先ほどのスマートスタック。この次に進むを今は選択してるんですが、このアプリを開きたいっていう時は、その下の選択という方を表示しておいてください。そうするとどうなるかというと、例えばこの状態、今翻訳のところに入ってるんですが、こんな感じですね。翻訳を開くことが可能になります。はい、というわけですね。はい、最後はですね、翻訳アプリについてです。こちらめちゃめちゃ便利なんで、ぜひね、オフラインでも翻訳アプリが使えるように設定しておいた方がいいかなと思います。まず翻訳アプリというのは、このずらーって並んでいるアプリの中で、この吹き出しが2つ入って、これですね。ここが翻訳アプリです。もちろんここから入ることもできるんですが、僕は便利なんでもうね、このカスタムして、文字盤の右下に翻訳アプリが入ってます。もちろんここを押すことによって、翻訳アプリに入ることができます。使い方としては、マイクのボタンを押して、何か喋れば自動的に再生されるという風になっております。例えば今英語なんで、ありがとうございます。という風に使うことが可能です。
もちろん英語だけじゃなくてね、いろんな言語に対応してるんですが、これをですね、ここ、ダウンロードされた言語というところで、事前にダウンロードしておくと、オフラインでも翻訳ができるっていうところがめちゃめちゃ便利な機能となっております。ちなみに僕はですね、スペイン語と英語と韓国語と中国語、この4カ国語が、ダウンロードしています。他にもですね、このような形でいろんな言語があるので、ご自身がね、関わる可能性があるものなんかは入れておいた方がいいかなと思います。はい、今回はですね、Apple Watch の設定方法についてご紹介していきました。人によってですね、使い方っていうのは変わってくると思うので、ぜひいろいろ触りながら、ご自身が使い勝手がいいようにぜひカスタムしていただければいいかなと思います。今回の動画が、参考になったよっていう方は、ぜひグッドボタンと、チャンネル登録をお願いいたします。というわけで、また次回の動画でお会いいたしましょう。伊藤でした。I see your shadow in the dark, echoes of a love that fell apart. Memories like ghosts that linger, touching softly with their fingers. Every corner of this empty room holds the whispers of a lost cocoon. The silence now is all I know, since you had to let me go. In the night, I'm searching for your face, in the stars, but you've been erased. All the dreams we used to share, now they're floating in the air.